日本神話に登場する美しすぎる10人の女神たち。女神というと、美しく、綺麗、そんなイメージですよね。でも、彼女たちはただ美しいだけではありません。それぞれが持つ個性的な性格、そして思わず驚いてしまうエピソードが満載な、とても魅力的な女神たちなんです。愛と怒り、また誇り高き行動や思わず笑ってしまうような天然っぷりまで、日本の女神たちは一筋縄ではいかない存在ばかり。今回はそんな女神たちの美しさはもちろん、伝説に迫っていきます。一体どんな物語が紡がれているのか、ぜひ最後までお楽しみください。アマテラス大神、太陽を司る日本神話の頂点。アマテラス大神は、光と秩序を象徴する日本神話の頂点に立つ女神です。ご存知の人も、いろんなところで見かける人も多い、知名度ナンバーワンな女神様です。その名前のように、天を照らすという意味を持ち、800万の神々の中でも最高位に位置します。彼女は太陽神として、天と地を照らし、人々に光と希望をもたらしてきました。アマテラスの誕生は、父イザナギの御事が黄泉の国から帰還し、身を清める禊ぎを行った際に起こりました。彼の左目から誕生したアマテラスは、同時に生まれた右目のつくよみの御事や鼻から生まれたスサノオの御事と共に、日本神話の基盤を築く重要な存在となりました。これがいわゆる三騎士というやつですね。さらに、彼女は日本の天皇家の祖神として崇敬され、伊勢神宮に祀られています。そして、アマテラスの物語の中でも特に有名なのが、天の岩とのエピソードです。この物語では、アマテラスの人間らしい感情が描かれています。神様なのに、隠れちゃったのっていうツッコミは一旦しまっておきましょう。母親に会う前に訪ねてきた、弟、スサノオの御事の度重なる暴挙に耐えかねたアマテラスは、悲しみと怒りから天の岩戸に隠れてしまいます。もともとスサノオが来た時点でめちゃ疑ってたから、そのダメージは大きかったと思います。というか、神様もちゃんと感情を持ってる。これが日本神話の良いところ。そんなアマテラスが引きこもってしまったため、世界は闇に包まれ、作物は枯れ、神々も困り果てました。アマテラスの影響力、強すぎ、そして神々も大パニック。神々はアマテラスを引き出すため、知恵を結集します。その中で際立つのが雨のうずめの御事の踊りです。雨のうずめは大胆にも衣を脱ぎ、陽気な踊りを披露しました。もうエンターテイナーの鏡です。その様子を見て、神々が大笑いすると、岩戸の中に隠れていたアマテラスは不思議に思い、少しだけ岩戸を開けます。その瞬間、神々が用意していたヤタの鏡に自分の姿が映り、こんなに美しい存在がいるのかと驚きます。この好奇心が、岩戸から出てくるきっかけとなりました。出てきてくれて助かったけど、きっかけが、自分が美しすぎてというのもなかなかですね。また、アマテラスは、右御霊と荒御霊という二つの魂を持つとされています。右御霊は平和や慈悲、秩序を象徴し、穏やかで包容力のある性質です。一方、荒御霊は変革や戦いを象徴し、時に厳しい決断を下す側面を持ちます。アマテラスさん、二面性どころじゃなく別人ですかとツッコミも一旦しまっておきましょう。この二面性は、彼女が神話の中で様々な役割を果たしてきた理由でもあります。例えば、神武天皇が日本統一に向けて戦う際、アマテラスは荒御霊として彼に啓示を与えました。この啓示が、神武天皇の勝利と日本の基盤づくりにつながったとされています。いい意味で、後押ししてくれる存在と思えば、味方にとってとても頼もしく感じられたんですかね。さらに、アマテラスは三種の神器とも深く関わっています。特にヤタの鏡は彼女自身を象徴する重要な神器であり、現在も伊勢神宮に奉納されています。現代でも、アマテラスへの信仰は深く根付いています。彼女は農業の繁栄や国家の平和を祈願する際に欠かせない存在です。また、初詣や重要な祭りでは、アマテラスを祀る神社が多くの参拝者を迎えます。アマテラスの物語は、神話なんだけど、感情のジェットコースターで色々楽しめます。とても人間らしく描かれているのが魅力的ですね。櫛灘姫、美しき乙女と恐怖のヤマタノオロチ。櫛灘姫は、その名の通り、櫛に例えられるような整った美しさを持つ女神です。日本神話において彼女は、穏やかで純粋な美しさを象徴し、豊穣の神としても知られています。しかし、彼女の物語の始まりは恐ろしい怪物、ヤマタノオロチとの対峙から始まります。もし櫛灘姫を知らなくても、ヤマタノオロチは知っている人は多いのではないでしょうか。ヤマタノオロチは、8つの頭と8つの尾を持つ巨大な蛇で、櫛灘姫の家族にとっては長年の脅威でした。毎年娘を一人ずつ生贄として差し出すよう要求され、櫛灘姫はその犠牲者として最後に残った娘でした。彼女の両親は絶望し、
どのようにして彼女を守るべきかわからず途方に暮れていました。そんな絶望の中で現れたのが、スサノオノミコトです。天界を追放され地上を旅していたスサノオは、櫛灘姫の家族と出会い、彼女の美しさに心を奪われました。彼は彼女を救うことを決意し、私がヤマタノオロチを退治した暁には、櫛灘姫を妻として迎えさせてほしいと願い出ました。両親はその申し出を受け入れ、スサノオと協力して怪物退治の準備を始めます。スサノオさん、あなた、追放された問題児ですが、唐突なプロポーズもダイナミックすぎ、ここでスサノオは知恵を発揮します。彼は櫛灘姫を櫛に変え、自分の髪に刺して安全を確保しました。さらに、ヤマタノオロチを引き寄せるために強い酒を用意し、それを8つの樽に分けて設置しました。ヤマタノオロチが酒の香りに引き寄せられて現れると、8つの頭をそれぞれの樽に突っ込み、酔いつぶれます。その隙を見逃さず、スサノオは剣を抜き、1頭ずつ討ち取っていきました。この壮絶な戦いの中で、ヤマタノオロチの尾から伝説の剣、草薙の剣が発見されました。この剣は後にアマテラス大神に献上され、日本の三種の神器の一つとして語り継がれることになります。この草薙の剣は、アニメや漫画でもよく見かける武器ですよね。この場面は、日本神話の中でも特に象徴的で、勇気と知恵がいかにして強大な敵を打ち倒すかを描いています。まさに少年漫画のように、問題児から主人公へと変わり、一気に読者を引きつけますね。やるね。スサノオ、ヤマタノオロチを退治したスサノオは、櫛灘姫と結婚し、彼女の故郷である出雲の地に新たな生活を築きました。二人は協力して土地を開拓し、稲作や農業の発展に貢献しました。このため、櫛灘姫は、後に豊穣の神として信仰されるようになりました。この展開、リア充と言ってもいいんじゃないでしょうか。特に出雲地方では、彼女が稲作や収穫を守護する神として広く崇められています。また、彼女は縁結びの神としても知られ、恋愛成就や良縁を祈願する際に、多くの人々が彼女を頼ります。この花咲夜姫、桜の象徴、日本一の美を持つ女神。この花咲夜姫は、その名前が示す通り、木の花が咲くような美しさを持つ女神です。特に桜を象徴する存在として、春の訪れや自然の美しさを体現しています。彼女は日本一美しい女神として知られ、古代からその美しさは多くの神々を魅了しました。まさに美の代名詞的存在。しかし、彼女の物語はただの美しさだけでは語れません。愛、試練、そして母としての強さが、彼女を一層魅力的な存在にしています。天孫降臨の際、天から降り立ったニニギノミコトは、地上の海辺で美しい少女に出会います。この少女こそこの花咲夜姫でした。ニニギノミコトは彼女の美貌に心を奪われ、すぐに求婚します。早いんだよ、展開が。しかし、彼女の父である大山津の神は、この花咲夜姫だけでなく、姉の岩永姫も一緒に嫁がせようとしました。岩永姫は不老長寿を象徴する神でしたが、その外見は美しいこの花咲夜姫と対照的に醜いものでした。ニニギノミコトは彼女を拒絶し、この花咲夜姫だけを選びました。その結果、大山津の神はお前の子孫は桜の花のように儚い寿命を持つだろうと呪いをかけます。このエピソードは、人間が有限の寿命を持つ理由を説明する神話としても有名です。これ、ざっくり言うと不老長寿のセットも追加でどうですか？いえ、見た目優先なんでいらないっす。じゃあ、お前の老は、っていう、長寿捨てるのも驚きだけど、それで呪いをかけるのもすごいよね。この花咲夜姫はニニギノミコトとの間に子を宿しました。しかし、妊娠を告げると、ニニギノミコトは短期間での妊娠は自分の子ではないのではないかと疑念を抱きます。この疑念に対し、この花咲夜姫は潔白を証明するため、命を懸けた試練に挑みます。神様、そこを疑っちゃうのダメでしょう。彼女は燃え盛る部屋の中で出産を行うことを決意しました。木の中で無事に3人の子供を産み落としたことで、彼女の潔白は証明されます。この3人の子供の中で特に重要なのが、法理の御事です。彼は後に神武天皇の祖先となります。この場面はこの花咲夜姫の強い意志と母としての責任感を象徴しており、日本神話の中でも特に印象的なエピソードです。もう毎度毎度、試練がすごすぎて、驚かなくなってくるのが日本神話。この花咲夜姫の名前が示す通り、彼女は桜の象徴でもあります。桜が短期間で咲き誇り、散っていくその儚さは、彼女が象徴する命の美しさと短さを体現しています。この点は、寿命の象徴である姉岩永姫との対比を強調しています。また、彼女は春の訪れを祝う存在として、日本各地の神社で祀られています。特に富士山本宮浅間大社は、彼女を主催神とし、桜の名所としても知られています。
彼女の物語は、桜が咲くたびに思い出される生命の美しさと儚さを象徴しています。イザナミノミコト、創造と死を司る母なる神。イザナミノミコトは、日本神話における創造神であり、最初の夫婦神の一頭です。彼女はイザナギノミコトと共に日本列島を生み出し、多くの神々を生み出しました。その母性と想像力を象徴する一方で、彼女の物語には死と悲劇が深く刻まれています。イザナミノミコトの人生は、創造の歓喜と喪失の悲哀が交錯する物語です。個人的にこのドラマはとても大好きです。イザナミとイザナギは、天の神々から国生みという重要な使命を託されました。彼らは雨のぬぼこを授けられ、それを混沌とした海に突き立てて日本最初の島、小野頃島を作り出しました。二柱はそこで夫婦の契りを交わし、淡路島、四国、本州など、現在の日本列島にあたる島々を次々と生み出しました。この夫婦、スケールの大きさも段違い。さらに、彼らは自然を司る神々を生みました。風を司る神や山の神、海の神など、自然界のあらゆる要素を具現化した神々が次々と誕生します。これらの神々は、古代日本人が自然をどれほど深く敬っていたかを示す重要な象徴です。イザナミノミコトが最後に産んだのは、木の神か土の神でした。しかし、彼を産む際に彼の炎によって致命的な箇所を負い、命を落としてしまいます。この悲劇的な出来事は、創造の行為が同時に犠牲を伴うものであることを示しています。イザナギは深い悲しみと怒りにとらわれ、かぐ土を切り殺します。その際に飛び散った血や肉片から、新たな神々が生まれました。この場面は、日本神話が命の循環を強調していることを象徴しています。かぐ土を切り倒すのも驚きですが、血から新たに神が生まれるって、どんな物語なのと突っ込みたいですが、そこは我慢します。イザナミを失ったイザナギは、彼女に会いたい一心で黄泉の国へ旅立ちます。黄泉の国は死者の世界であり、少女が足を踏み入れることは禁忌とされていました。しかし、イザナギはイザナミへの愛に突き動かされ、その禁忌を破ります。黄泉の国で再会したイザナミは、私の姿を見ないでほしいと懇願しますが、イザナギは待ちきれず彼女を覗いてしまいます。そこにいたのは、腐敗し恐ろしい姿となったイザナミでした。この瞬間、イザナギは恐怖に駆られ逃げ出しますが、イザナミは怒り狂い、黄泉の軍勢を率いて彼を追いかけます。もうフラグ立ちまくりの、王道パターンですよね。見るなよって言ってるのに、やっぱり見ちゃうよね。神様もそういうのあるんだと驚き、最終的にイザナギは四つ平坂という境界に大きな岩を置き、黄泉の国と現世を分断しました。この出来事は、死者と少女の世界が永遠に隔てられることを象徴しています。黄泉の国に残ったイザナミは、その地を支配する死の女神となります。彼女は私は毎日1000人の命を奪うと宣言しますが、これに対しイザナギは私はそれ以上の子を産むと返しました。このやりとりは、生と死の永遠の循環を表しています。イザナミの物語は、生命の創造が死という避けられない現実と表裏一体であることを教えてくれます。また、死者の世界を司る彼女の役割は、命の尊さを改めて考えさせるものです。雨のうずめ、笑いと踊りの女神。雨のうずめは、日本神話における芸能の女神として知られています。彼女は大胆さとユーモアに満ちた性格で、神話の中でも特に個性豊かな存在です。その中でも、天の岩戸の神話における活躍は、彼女の代表的なエピソードとして有名です。踊りや笑いを通じて世界に光を取り戻した彼女の物語は、芸術や祭りの起源ともされています。彼女のぶっ飛んだ本気モードは、とても魅力的です。最も有名なエピソードは、アマテラス大神が天の岩戸に隠れ、世界が暗闇に包まれた時の物語です。弟スサノオノミコトの暴れ回る行為に怒りを覚えたアマテラスは、天の岩戸に閉じこもります。その結果、世界は光を失い、作物は育たず、神々も困り果てました。ここで登場したのが雨のうずめです。彼女は神々が集まる場で桶の上に立ち、衣を脱ぎ捨てながら陽気に踊り始めます。この大胆な行動に神々は大笑いしました。その賑やかな雰囲気に興味を惹かれたアマテラスは、岩戸を少しだけ開けて外を覗きます。踊りへの本気度がすごすぎる。その瞬間、用意されていた、ヤタの鏡に自身の姿が映し出され、この美しい存在は誰だろうと驚きます。さらに岩戸を開けようとしたところ、待機していた雨の田力斧が力を込めて岩戸を開き、世界に再び光が戻りました。笑いと踊りで世界を救った雨のうずめ。すごくないですか？現代のエンタメにも受け継がれているこの精神。天の岩戸の神話の後、雨のうずめは、猿田彦の命と出会います。ニニギの命の天孫降臨の際、道案内を務めた猿田彦を笑いと踊りで迎え、
彼の心を和らげました。これがきっかけで二人は深い絆を結び、後に夫婦となります。彼女と猿田彦の関係は、異なる性格や役割を持つ者同士が調和を生むことの重要性を象徴しています。このエピソードは、相手を受け入れ、違いを尊重することの大切さを教えてくれます。正反対なのに、意外と相性よしってやつですか。雨のうずめの物語が教えてくれる最も重要なテーマは、笑いや踊りが困難を乗り越える鍵となることです。彼女の大胆な行動は、型破りでありながら、周囲に大きな影響を与えました。笑いが生み出す明るいエネルギーが、閉ざされた状況を打破する力を持っていることを示しています。一木島姫、海と美を象徴する女神。一木島姫は、宗像三女神の一柱として知られる海の女神です。その名が示すように、現在の広島県宮島厳島と深い関わりがあり、航海の守護神として古くから信仰されてきました。また、彼女は美と知恵の象徴でもあり、時代が進むにつれて仏教の現在点とも同一視されるようになりました。この多面的な魅力を持つ一木島姫の物語は、日本の信仰と文化がいかに豊かで多様であるかを示しています。一木島姫の誕生は、受け入という儀式から始まります。この儀式では、天照大神とスサノオノミコトが互いの所有物を交換し、そこから新たな神々が誕生しました。スサノオの剣から生まれたのが宗像三女神であり、その中でも一木島姫は特に美しさと聡明さを象徴する存在です。他の二柱、田堀姫と滝津姫と共に、海上交通や漁業の守護神として信仰されました。天照とスサノオの兄弟喧嘩の中から生まれたってのも、すごいですよね。一木島姫が祀られている厳島神社は、日本を代表する神社の一つです。その象徴である海に浮かぶ鳥居は、彼女が海の女神であることを象徴しています。厳島神社は、航海の安全や漁業の繁栄を願う場所として、古代から現代に至るまで多くの参拝者を集めています。また、彼女はその美しさゆえに仏教の現在点と同一視されるようになり、芸術や知恵、財運をもたらす神としての側面を持つようになりました。この集合により、彼女の信仰はさらに広がり、宮島だけでなく江ノ島や竹生島など、全国各地で数形を集めるようになりました。海の女神から芸能、財運の神まで、多彩な女神様ですよね。一木島姫の物語の中には、荒れ狂う海を沈めたというエピソードがあります。彼女が竜神と協力し、嵐を沈めて船乗りたちを救ったという伝説は、彼女が自然の力を司る偉大な存在であることを物語っています。このようなエピソードは、日本の海辺に住む人々の間で語り継がれ、信仰をさらに深めました。一木島姫は仏教の現在点と同一視されることで、芸術や音楽、知恵の神としての側面を持つようになりました。特に室町時代以降、仏教の広がりとともに彼女の信仰はさらに多様化しました。この融合は、日本の宗教文化がいかに柔軟であるかを象徴しています。彼女の美と知恵、そして自然への敬意を表す姿は、芸術家や学者、そして日常生活の中でインスピレーションを求める全ての人々にとって重要な存在となっています。なんかどのエピソードも他の女神に引けを取らず。すごいよ、あなた。豊玉姫、海の神の娘、豊かさの象徴。豊玉姫は、海の神渡積の神の娘として知られています。その名が示すように、豊かな玉を象徴する彼女は、美しさと神秘的な魅力に溢れる存在です。彼女は海という生命の源を司り、その豊かさを体現しています。出ました。乙姫様のモデルと言われる女神様。特に、彼女が氷の御事と結ばれる物語は、日本神話の中でも感動的で、ドラマチックなエピソードとして語り継がれています。豊玉姫の物語は、氷の御事が兄との釣り針をめぐる争いから、海底の渡積の神の宮殿を訪れる場面から始まります。氷の御事が釣り針を探しに訪れた宮殿で彼を出迎えたのが、豊玉姫でした。二人はお互いに強く惹かれ合い、恋に落ちます。やがて氷の御事は豊玉姫と結婚し、渡積の神の宮殿で豊かな生活を送りました。この結婚は、神と人間が絆を結ぶ象徴的な出来事として描かれています。神話の神様たち、即決すぎる。そして海底での結婚生活、日本神話の物語すごすぎ。やがて豊玉姫は、氷の御事の子供を身ごもります。彼女は地上で出産することを決意し、夫に指輪を立てるよう依頼しました。しかし、出産に際して一つの条件を提示します。それは、決して私の姿を見ないでほしいというものです。来ました。お約束。フラグ立ってます。しかし、氷の御事は約束を破り、出産の際の豊玉姫を除いてしまいます。彼が目にしたのは、
彼女が本来の姿であるワニに変化している瞬間でした。この行為に深く傷ついた豊玉姫は、子供を残して海の国へ帰ってしまいました。彼女が残した子供、宇賀谷吹会津の命は、後に神武天皇初代天皇の祖父となる重要な存在です。このエピソードは、神と人間の間にある越えられない壁を象徴しており、彼女の物語に深い悲しみを与えています。豊玉姫の物語は、自然の力と神秘を象徴しています。彼女が持つ海の神の娘としての性質は、私たちが自然の恵みを受け入れると同時に、その力を恐れるべきであることを教えています。また、彼女の物語は、約束の重要性や信頼の意味についても深く考えさせられます。これも、神話でよくあるパターンで慣れたけど、胸にきますね。シタテル姫、下界を照らす優美な女神。シタテル姫の名前は下界を照らすという意味を持ち、地上に慈愛と光を注ぐ象徴的な存在です。彼女は温かな光で地上を包み込む一方、その物語には強い悲劇性が伴い、人間的な感情や葛藤が織り交ぜられています。彼女の物語は愛と別れ、そして使命との狭間で揺れる人間的な弱さと強さを描き、日本神話の中でも特に感動的なエピソードとして知られています。シタテル姫の物語で中心となるのは、天界の神、雨の若彦との悲劇的な愛の物語です。雨の若彦は、高間ヶ原の神々から地上の平定を命じられ、雨の中小弓という神聖な弓矢を授けられ、地上へ派遣されました。地上に降り立った雨の若彦は、そこでシタテル姫と出会い、互いに深く惹かれ合います。二人は結婚し、穏やかな生活を送るようになりますが、雨の若彦は地上の平定という使命を忘れ、高間ヶ原の神々への報告を怠ります。使命？何それっていう状態だったんでしょうね。でもそれだけ幸せだったんでしょう。雨の若彦の行動に不信を抱いた高間ヶ原の神々は、彼の様子を確認するために雉の神、泣き目を地上に送りました。しかし、泣き目を敵と誤解した雨の若彦は、授かった神聖な弓矢で泣き目を射抜いてしまいます。この矢は泣き目を貫いた後、高間ヶ原にまで飛び戻り、神々の怒りを引き起こします。この展開は、神話あるあるパターンきた。怒りを感じた神々はこの矢を再び地上に放ち、雨の若彦自身を射抜きました。彼は自ら放った矢によって命を落とすことになります。この因果応報の結末は、神々の命令を忘れた彼への厳しい裁きであり、神聖な道具を乱用したことへの罰でした。雨の若彦を失ったシタテル姫は、愛する夫の死という運命を受け入れなければなりませんでした。彼女の物語には、夫を失った後の行動や心情についての詳細な記録はありませんが、その沈黙が彼女の深い悲しみを物語っているとも言えます。この悲劇的な展開は、神と人間の感情が交錯する日本神話の中でも、特に象徴的な出来事の一つです。シタテル姫の物語は、日本最古の物語とされる竹取の物語のかぐや姫と比較されることがあります。かぐや姫もまた、光と関わりを持つ存在であり、地上と天上の間で揺れ動く運命をたどります。最終的には月へ帰ることを選び、地上の人々との別れを余儀なくされる彼女の姿は、シタテル姫の物語と共通するテーマを持っています。二人の物語は、光と別れというテーマを通して、日本人の深い精神性を反映しています。スセリ姫、知恵と行動力を兼ね備えた女神。スセリ姫は、父スサノオノミコトから強い影響を受けた女神です。彼女の名前に含まれるスセリは進む前進するという意味があり、その名の通り、彼女の物語には行動力と決断力が随所に描かれています。スサノオの娘だから、ということで納得する場面も多いはず。特に、大国主との試練と愛の物語は、彼女の知恵深さと献身的な性格を浮き彫りにしています。スセリ姫の物語の中心となるのは、彼女と大国主の関係です。大国主がスサノオの屋敷を訪れた際、スセリ姫は彼に一目惚れしました。しかし、父スサノオは彼を認めず、次々と過酷な試練を課しました。大国主は蛇やムカデがひしめく洞窟に閉じ込められましたが、スセリ姫が与えた魔法の道具で危険を回避しました。また別の試練では、スサノオは火を放った部屋に大国主を閉じ込めますが、スセリ姫が密かに用意した対策で彼は無事生還します。スセリ姫、ナイス。これらの試練の度にスセリ姫は知恵と行動力を発揮し、大国主を助けました。彼女の深い愛と支援がなければ、大国主が生き延びることはできなかったでしょう。スサノオの試練を乗り越えた二人は、ついにスセリ姫の父から逃れる決断をします。財産を持ち出して大国主と共に旅立ちます。このドラマチックな展開、お父さんの物語が受け継がれているようです。最終的に、二人は新しい土地で落ち着き、大国主が国づくりを進める際には、
スセリ姫が重要なパートナーとして彼を支えました。スセリ姫は大国主の妻として、家庭や共同体を支える役割を果たしました。彼女は、家庭の調和を守りながら、大国主の国づくりを陰で支える存在でした。スセリ姫の物語は、困難を乗り越えるために互いを支え合う夫婦の理想像を描いています。彼女が果たした役割は、日本神話における家族の調和や絆の象徴的な存在として語り継がれています。玉頼姫、神と人間をつなぐ女神。玉頼姫は、日本神話の中で、神と人間をつなぐ重要な役割を果たす女神です。名前に含まれる玉は魂、よりはよりしろを意味し、神霊が宿る媒介者としての象徴とされています。つまり巫女のことですね。彼女は、綿摘の神の娘であり、姉に豊玉姫を持つことで知られています。その物語の中で、彼女は次世代を担う重要な役割を果たし、古代の日本人が重んじてきた家族と神聖なつながりの価値を体現しています。玉頼姫は、姉である豊玉姫の物語と深く関わっています。豊玉姫は、氷の御事との間に宇賀や吹合図の御事を設けましたが、出産の際に神としての本来の姿を見られたことを恥じて海の国へ帰ってしまいました。その後、豊玉姫は妹である玉頼姫に息子の養育を託します。この出来事は、玉頼姫が家族や次世代を支える重要な役割を担う存在であることを象徴しています。姉妹の絆は深い。成長した宇賀や吹合図の御事は、玉頼姫をめとり、五瀬の御事、稲荷の御事、三毛の御事、若三毛の御事の4柱の御子を設けました。この中で、若三毛の御事は、後に初代天皇である神武天皇となります。育ての親が、妻になり、そこから天皇へと繋がっていく。これまたなんとも壮大な展開。玉頼姫は、養育者としてだけでなく、未来の天皇家の礎を築く重要な存在となりました。彼女の行動には、家族や血縁を通じて神聖な使命を果たす強い意志が込められています。玉頼姫は、家庭や共同体を守る象徴的な存在です。古代の日本人にとって、彼女は生命の循環を象徴し、特に水や海の力を通じて生活を支える神として崇敬されました。彼女が担った役割は、個人の幸せだけでなく、共同体全体の調和を大切にする日本の文化を反映しています。そのため、玉頼姫は、家族や地域の調和の守護者として、多くの人々から信仰され続けています。いかがでしたか？日本神話に登場する美しすぎる10人の女神たち、それぞれが持つ個性的な性格や驚きのエピソードは、どれも魅力的で心に残るものばかりですよね。今回ご紹介した女神たちは、ただ神話の中に留まる存在ではありません。彼女たちの物語は、現代の私たちにも様々な教訓やインスピレーションを与えてくれます。勇気、愛、そして美しさ、それに加えて、時には大胆さや意外な一面も、まさに日本神話の女神たちは、見る者を飽きさせない魅力の宝庫です。ぜひこの動画をきっかけに、あなたも推しの女神を見つけてみてはいかがでしょうか？コメント欄で感想や、あなたが気に入った女神の名前を教えていただけると嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。